朝に覚えたこと復習とかしないと夜には忘れがちです。どうも皆さんこんばんは。こんばんは、はい、ということで今日も皆さん一日お疲れ様でした。今日はひたすらですね、明日誰かに話したくなるようないろんな雑学をささやきで紹介していきたいと思います。目をつむっていても開けていてもどちらでも楽しめるような動画になっています。たくさんの雑学を紹介していくので、何か一つでもお気に入りの雑学が見つかるといいなと願っております。食べ物に関する雑学や人の体に関する雑学、動物に関する雑学などいろんなジャンルの雑学がありますので、ぜひ楽しんでいってください。それでは今日も一日お疲れ様でした。ごゆっくりとお楽しみください。まずは食べ物に関する雑学です。皆さんはトウモロコシの粒の数を数えたことがありますか？トウモロコシの粒の数は必ず偶数なんです。それはトウモロコシの粒は雄花が分裂してできたものだからです。夏といえばトウモロコシ、ぜひこの夏はトウモロコシを食べるときに粒の数を数えてみてください。次、柚子胡椒に胡椒は入っていません。九州の一部地域では唐辛子のことを胡椒と呼んでいることが由来になっているそうです。ずっと柚子胡椒には胡椒が入っていると思っておりました。次、ヤクルトの容器のデザインはこけしをイメージしている。全然関係ないんですけど、ルナ氏の動画のコメント欄で私をこけしと認識している海外の人から毎回コメントが来ています。次、カルビという名前の部位は存在しない。カルビは朝鮮語であばら骨を意味する言葉で、バラ肉全般を指す通称やメニュー名であって、正確には部位名ではありません。次、チゲ鍋のチゲは鍋という意味なので、チゲ鍋というと鍋鍋と言っていることと同じ意味になっちゃうそうですね。
識になっているそうです。日本食の一つである海苔を腸内で消化できるのは日本人だけ。ちなみに生の海苔を消化できるのは日本人だけだが、火を通した海苔は外国人でも消化できるとのことです。プロテインの語源は古代ギリシャの言葉でプロテオス、意味は最も重要なもの。栄養バランスが偏っているそこのあなた、しっかりとプロテインをとっていきましょう。洋食で定番のドリアは日本で誕生した。横浜にあるホテルニューグランドの料理長が体調を崩した客に提供するために東京で考案したもの。夏のイメージが強いスイカは実は秋の季語。立秋は8月7日以降なのですが、実は昔のスイカは旬の時期が8月7日立秋の後だったそうです。よって昔は暦に合わせて秋を表す季語としてスイカが使われていたと言われています。唐揚げくんのキャラは鶏ではなく唐揚げくん王国に住む妖精なのです。チーズとレッドは夫婦関係、海苔塩とピザ、レギュラー、ガーリックペッパーは皆兄弟など複雑な関係性があるんです。唐揚げくんにはいろいろな味、種類がありますが、複雑な関係性で結ばれているそうですね。カーネル・サンダースがかけているメガネは実は老眼鏡 3.25 の度が入っているらしいです。カーネル・サンダースは世界中の店舗を巡って自分の味を再現できているか厳しくチェックしていたそうです。再現できていないと持っているステーキで厨房を叩くほど叱ったそうです。彼が来日すると聞いて日本のスタッフの緊張感はピークに達しました。そこでカーネル・サンダースの像を作る際、中途半端なことはできないということで細部にまでこだわり、メガネにも度を入れるようになったそうです。どうなんだろう、この老眼鏡に度が入っているっていうのは全国の店舗で徹底されているのでしょうか。気になりますね。鰹節は世界一硬い食品としてギネスブックに掲載されている。また鰹節の白や茶色っぽいものの正体はカビである。ブルーチーズなどと同様、カビによって上品な香りとうまみを味わうことができるんです。飴にはビタミン B12 が含まれている。ビタミン12は赤いビタミンとも呼ばれ、血液を作る造血作用があるのが特徴らしいです。とはいえ飴は地上のあらゆる
そのまま飲むことはあまり体に良くないので気をつけてください。日本で初めてバイキングスタイルを始めたのは帝国ホテル。当初から人気を博し、日本全国のレストランにも普及しました。2008年オープン50周年を記念して8月1日をバイキングの日と設定ということで、皆さん8月1日はバイキングへ行ってたくさん食べましょう。こんにゃくの原料であるこんにゃく芋は英語でエレファントフット、象の足またはデビルズタン、悪魔の舌と言われている。これは芋の形や花の形態に由来しているそうです。こんにゃく芋の花は鮮血のような真っ赤な色をしており、中心部から毒々しい果樹軸と呼ばれる棒状の部分が天に向かってそびえていることから悪魔の舌と呼ばれるようになったと言われているそうです。ここまでが食べ物に関する雑学でした。ルナ氏が個人的に印象に残っているのは、スイカが実は秋の季語だということですね。びっくりしました。この夏スイカを食べる際はこんなにみずみずしくって夏っぽい果物なんだけど、君は秋の季語なんだよなと思いながらスイカを味わいたいと思います。では次は人の体に関する雑学を紹介していきます。くしゃみをするとき無意識で目を閉じるのは、目を開けたままくしゃみをすると眼球が飛び出る可能性があるからです。なんだか少し恐ろしい事実ですね。咳1回の消費カロリーは2カロリー、つまり10回咳をすると20キロカロリーを消費します。これは散歩を10分間したくらいの消費量と同じです。結構咳でカロリーを消費できるんですね。でもやはり健康的な活動や運動でカロリーを消費できるのが一番なので、皆さん体調には十分お気をつけください。成人の体内にはおよそ10万キロもの血管が入っており、地球約2周半分の長さがある。血管のほとんどは毛細血管と呼ばれる細い血管です。人間は生まれた時に350の骨がありますが、大人になると206になります。これは成長するにつれて骨同士が融合していくためだそうです。6時間睡眠を10日間続けると1日徹夜したのと同程度の認知機能パフォーマンスになってしまいます。これは具体的には日本酒を1か
の長さは違うとは思いますが、最近睡眠時間が6時間以下になっている方はどうか時間を作ってたくさん睡眠をとってください。世界一身長が高い人はロバート・ワドローで、当時1940年に測定された時の身長は272センチであった。高い。日本の歯医者の数はコンビニの数より多い。厚生労働省がまとめた統計結果によりますと、歯医者は6万8500件、全国にあるコンビニの件数は5万5620件なので、だいたい1万件歯医者さんの方がコンビニより多いとのことです。病院で使われている麻酔の中にはなぜ効くのか解明されていないものがある。特にガスや液体から揮発した気体を吸うタイプの麻酔は謎に包まれており、さらに局部麻酔や静脈注射による全身麻酔は科学的な仕組みは解明されていますが、麻酔の効き目は個人差が多く、実際にかけてみないと効能がわからないというのが現状らしいです。以上、体に関する雑学でした。本当に人の体は謎に包まれていて面白いですよね。特に印象的なのは、6時間睡眠を10日間続けると酔っ払い状態と同じになってしまうということですね。ぜひ眠れぬ夜はルナシの動画でぐっすり眠れる準備をしていただけたらなと思います。では次は人間以外の動物に関する雑学です。ラッコは何かに手をつないで寝る習性がある。これは寝るときに水の勢いに流されないように海藻につかまって寝るという習性のためです。海藻がない水族館ではラッコ同士が手をつなぐ癒しの光景が見れるとのことです。ラッコってすっごく可愛いですよね。ホッキョクグマは実は黒グマで、毛の色は無色透明。透明の毛に透過した光が黒い皮膚で反射される。この反射光と太陽光が毛の中の空洞と泡状の無数の穴に当たって乱反射を繰り返すので白く見えるとのことです。あんなにも綺麗な白が光とか皮膚の色合いによって出されていると思うと、なんだか奇跡の白という感じがしますね。マンボウの 99.99% は大人になれない。最大級のメスになると3億個もの卵を産むが、大人になれるのは2匹程度。宝くじ1等の確率を2000万分の1とすると、マンボウにとって大人になるのは1等を当てるよりもおよそ 7.5 倍難し
た目をしているカピバラですけど、意外ですね。虫のクモはコーヒーを飲むと酔っ払いでたらめな巣を作るということがクモ愛好家たちの研究によって分かっています。ペンギンには膝があります。ペンギンの膝はお腹のあたりに隠れており、膝関節はちゃんと存在しています。また常に膝を曲げた状態であり、人間でいうとしゃがみながら歩いていることになるそうです。ずっとしゃがんでる状態なんですね、ペンタも。チンパンジーはあまりに退屈になると暇つぶしに自分で自分をくすぐって笑うそうです。人間は触る前に脳がここを触るぞと予測するが、チンパンジーはそこまで脳がつながっていないため、セルフでくすぐりが可能とのことです。猫が魚好きというのは日本人だけです。仏教が主流であった江戸時代までの日本では、基本的には獣の肉は食べず、魚を主なタンパク源としており、人間に可愛がられた猫は必然的に肉よりも人間の食べた魚のおこぼれをもらって食べることが多くなり、猫イコール魚というイメージがついたのではないかと言われています。はい。あとはサザエさんのね、オープニングテーマ曲もかなり猫と魚のイメージを強くしていますよね。以上、動物に関する雑学でした。では次は宇宙や惑星に関する雑学です。宝くじで1等が当たる確率より隕石が自分に落ちてくる可能性の方が高い。日本の宝くじ1等に当たる確率は2000万分の1に対し、人が一生の間に局地的な隕石、小惑星、彗星の衝突で死亡する確率は160万分の1とのことです。皆さん、隕石に当たらないように気をつけてください。地球上には天の川の星よりも多くの木があります。大まかな見積もりでは天の川には1000億から4000億の星があり、地球にはなんと3兆以上の木があります。七夕の織姫はベガ、彦星はアルタイルです。この2つの星の間は光の速さでも14年半かかる距離のため、2人がお互いに向かって光の速さで移動しても1年に1度会うことは不可能です。なんだか切ないですね。落雷した時の稲妻の温度は局所的に2から3万度に達する。これは太陽の表面温度よりも高いとのことです。ロケットで初めて宇宙に行った人間以外の生き物はハエです。たまたまロケットに入り込んでしまったのではなく、明確な目的を持って連れて行かれたハエです。宇宙空間のような高高度での宇宙船被爆について調査することを目的に、ハエは宇宙に
有名な言葉を残している。その最初の一歩は左足だったとのことです。シューメーカー博士という人類史上で一人だけ月面に埋葬された人物がいる。宇宙もたくさんの謎に包まれていますよね。あと個人的に好きな話は、月の土地代は結構安くで売っているということです。皆さんもちょっと変わったプレゼントとして月の土地をプレゼントしてみてはいかがでしょうか。次は建物や景観に関する雑学です。島根県にある出雲大社の正式な読み方は出雲大社ではなく出雲大社である。エッフェル塔の高さは気温によって最大18センチほど変化する。エッフェル塔は鉄の塊。鉄は温度の上昇によって膨張するため長さが変化するのです。地上部分だけではなくエッフェル塔の高さを考えると頂上付近の寒暖差は相当なものです。つまり夏は熱膨張により鉄が伸び、逆に冬は縮む。このことで夏と冬のエッフェル塔はおよそ10センチメートルも高さに違いが出るのです。エッフェル塔、コロッセオ、東京タワーの正面はどれも日本人の照明デザイナーによって手掛けられております。オーストラリアの世界遺産エアーズロックは地上に出ている部分は全体のわずか 5% で、残り 95% は数キロにわたり地中に埋まっていると言われています。東京都庁は建造地9社の設計会社がコンペを行いました。実際に挙げられた案として大別すると、1つ目ツインタワー案、2つ目低層一棟案、3つ目超高層一棟案の3つが存在し、現在の姿以外で存在する可能性もありました。東京日比谷に立つ歴史と風格を備える帝国ホテル。その外壁にはインド左岸が5000枚貼り付けられている。隣り合う日照劇場とホテルの景観の調和を図るためにあえて施されたと言われています。横浜ベイブリッジの名称は公募ではなく新聞記者の早とちりから生まれ定着したそうです。全国で街路樹として植えられているプラタナスは新宿御苑が発祥です。日本最古の現役ジェットコースターは浅草花屋敷にあるローラーコースターで稼働開始から70年を迎えます。最高時速はたったの42キロです。ルナ市の見解としては、このスピードのジェットコースターであれば普段苦手でジェットコースターに乗れない人でも全然余裕で乗れるんじゃないかなと思います。では次は運動に関する雑学です。日本で初の学校プールが誕生したのは1916年。
スカ基地の米軍兵士たちがサーフボードを鴨川に持ち込み、鴨川の少年たちの間に広まったことが始まりとされているそうです。水泳の歴史でもともと自由形は平泳ぎの種目だったそうです。そもそも泳ぎの記号としては平泳ぎしか存在しなかった。その後背泳ぎ、クロールと続き、平泳ぎの派生でバタフライなどが誕生していったとのことです。次に音楽に関する雑学です。日本武道館公演回数トップ3は1位矢沢永吉、2位松田聖子、3位エリック・クラプトンで、3組とも100回以上公演しているとのことです。矢沢永吉さんすごいですね。世界一短い楽曲はナバームですというグラインドコアバンドのユーサーバーという曲。その楽曲の長さは 1.386 秒。カラオケにも一応入っているものの1分未満の曲なので採点は不可とのことです。逆に世界一長い曲は演奏が終わるまでに639年かかります。作曲家はアメリカの現代音楽家の一人、ジョン・ケージさん。なんとこの曲の最初の1年半は無音なんです。この曲は2001年から2640年まで演奏が続けられる予定で、現在もブキャルティ廃教会にてその演奏が続いております。なんだか一度は行ってみたい教会ですね。では次はアニメや本、芸術作品などに関する雑学を紹介していきます。スーパーマリオブラザーズでおなじみのマリオの出身国はイタリア。その後アメリカのニューヨークに移り住んだという設定です。日本のアニメキャラクターですが、出身地は日本ではありません。ドラえもんの価格は20万円で、ドラミちゃんはなんと100万円です。そもそもドラえもんは未来のロボット工場で子守用のロボットとして大量生産されたもので、生産中に落雷によってネジが1本外れ不良品となった存在です。そのため子守用ロボットとしての成績も悪く、落ちこぼれとして認定されてしまっています。そのような不良品猫型ロボットであるため、ドラミちゃんよりも安い値段がつけられています。ちなみにドラえもん道具カタログによると、どこでもドアは64万円、タイムマシンは120万円という値段がつけられています。あったら買いたいですよね。はい、アニメサザエさんのマスオさんには伝説の特技バック転ホットケーキ焼きがあります。この特技はホットケーキを焼く際にフライパンでホットケーキを舞い上げ、冬中に自らバク転をするというとんでもない特技であ
だそうです。ジブリ映画天空の城ラピュタで僕は海賊にならないよと言ったパズーとアニメ化されたワンピースで海賊王に俺はなると言ったルフィは同じ声優。少しクスッと笑いますね。有名な彫刻である考える人は実は何も考えていない。しかも考える人と名前を付けたのは作者本人ではありません。もともとは地獄の門という作品の一部を切り取っており、地獄に落ちていく罪人を上から見つめている人を表した作品だそうです。ではここからはジャンルに分けられなかったようなその他の雑学を紹介していきます。1円玉1枚作るのに3円かかります。内訳としては原材料費はおよそ 0.3 円程度で、残りは原材料以外の製造コストが占めています。よって1円玉を溶かして原料を売っても利益は出ないので、皆さん変な真似はやめましょうね。ガソリンには夏用、冬用が存在します。ガソリンの夏用と冬用の違いは蒸気圧。蒸気圧の値が大きいほどガソリンは蒸発しやすくなります。気温の高い夏は蒸気圧の低いガソリンが使われております。コンセントの穴は左の方が大きいのです。長い方の穴は設置側といいアース線につながっています。一方短い方の穴は電圧側といい100ボルトの電圧がかかっています。このアース線があることで漏電や電源ノイズ、何らかの事故による異常電圧の混入などから電源に接続されている機器や使用する人を守る役割があるそうです。カラオケダムの裏コマンドで8000-02と入れると必ず90点以上が出る絶対モードになるそうです。皆さん上司の機嫌を取りたいときにぜひこっそり使ってみてください。青リンゴや青信号のように緑色のものを青というのは、日本語の由来の色は赤、青、黒、白の4色しかなく、この青には現在の青と緑の両方が含まれていたからだそうです。母の日に贈るカーネーション、赤は存命の母に、白は亡き母に贈るものです。色を間違えないように気をつけてくださいね。夏目漱石の脳はエタノールにつけられた状態で東京大学医学部に保管されています。アディダスとプーマの創業者は兄弟でとても仲が悪いそうです。日本で初めてルイ・ヴィトンの製品を買った人物は明治維新や自由民権運動で有名な板垣退助です。イギリスには法律で決められた建国記念
ないそうです。蝶々は1匹ではなく1頭と数えます。西洋の動物園では動物と同様にヘッドという単語で数えるようになったため、それを日本語に直訳することで頭が使われるようになったという説が最も有力であると言われています。かくれんぼの時に鬼役が見つかるまでずっと隠れていてねと言って、そのまま家に帰ると監禁罪に問われる可能性があります。このようなセリフを言うことで隠れる人を精神的に拘束したものとみなされるためです。刑法220条で規定されている逮捕監禁罪に対する法定刑は3ヶ月以上7年以下の懲役とされています。ただ、かくれんぼで監禁罪が適用されたという判例はまだないです。相手の受け取り方によって監禁されたと思われて訴えられると捕まる可能性もなきにしもあらずなので気をつけてください。ブルガリア、トルコ、アルバニア、ギリシャなどのエーゲ海周辺ではイエスと肯定するときは首を横に振り、ノーと否定するときは首を縦に振ります。ジェスチャーにはいろんな文化的な差がありそうですよね。サイコロの位置が赤いのは日本だけ。はっきりとした起源や理由は分かっていないそうです。グーチョキパーからなるじゃんけんの起源は日本です。もともと中国から九州に伝来した虫剣という手の遊びからグーチョキパーのじゃんけんが生まれて、これが世界中に広まっていったということです。じゃんけんのチョキは最初人差し指と中指を立てるのではなく、親指と人差し指を立てて表現していた。これを通称男チョキで、こっちが通称女チョキです。つまりチョキには2種類のポーズがあるということです。はい、はい、皆さんいかがでしたでしょうか。以上が、今回準備した雑学になります。だいたい80個くらいの雑学です。なかなかね全部覚えることはできないので、何か一つや二つ自分の好きな雑学を見つけて覚えていただけると嬉しいかなと思います。個人的にね好きな雑学はドラえもんの道具カタログに載っているそれぞれの道具の値段ですね。そもそもドラえもんの価格が20万円ということにかなり驚きました。なんかね、あれだけ毎日毎日のび太を救ってたくさんの道具を出してくれるドラえもんって絶対に20万以上の働きをしてるじゃないですか。どこでもドアは64万円もすごいですよね。人間って毎日
電車やバスに乗ったりとかするし、飛行機代って結構高いし、すぐに元が取れちゃいそうですよね。あとはね、個人的に印象に残ってるのはこれかな。唐揚げくんのキャラは鶏ではなく、唐揚げくん王国に住む妖精であるというやつですね。なんか公式ローソンの公式サイトにこういう相関図がありました。こんなちゃんとね設定というか相関図があるんだなということを初めて知ってクスッと笑いましたね。なんかこれからローソン行って唐揚げくんを選ぶときに、あ、この味はこの姉なんだよなとかお父さんなんだよなとかちょっと意識して選んじゃいそうですね。ということで、もし皆さん一押しの雑学などありましたらコメント欄にて教えてください。であと実は私メンバーシップをやっているんですね、この YouTube で。メンバーシップに入ると限定動画が見られるっていう特典だったり、あとは Discord っていうメンバー専用のチャットがあるんですね。そこに入って日常的な会話を楽しんだりとか、あとは動画の企画を手伝ってもらうみたいなことをしています。今回もですね、雑学をたくさん収集するにあたってメンバーシップに入っている方に有志で